YouTuber になると、毎日毎日あれ作れこれ作れと、様々な身勝手なリクエストが届くわけだが、たまにはおめえらのリクエストにも応えてやろうと思ってね。なぜかやたらとリクエストが多いルーローハンを作ろうと思う。ちなみに俺のルーローハンはなかなか定評がある。よくダチが来る時に振る舞ってたりするんやが、リアルでもうますぎるから早よレシピ公開しろとやかましいんで、ちょうどいい機会や。というわけで、今日使う物はこいつらだ。よし、じゃあ早速作っていこう。最初にゆで卵を作っておく。卵は勢いよく入れると割れちゃうんで、そっと優しく入れるんや。茹で時間は10分ぐらい。茹で上がった卵はこんな感じでシェイクして表面にひびを入れ、氷水にぶち込む。こうやって卵を急激に冷やすと中の卵が縮まって簡単につるんとむける。じゃあ食材をカットしていこう。香味野菜をガンガン刻んでいく。まずはニンニク1かけをみじん切り。続いて生姜をみじん切り。生姜はやや多め、15g ぐらい。長ネギ1本をみじん切り。いつものごとく大量に切る場合は蛇腹切りが手っ取り早い。青ネギの部分も後で使うんで取っておくように。そして玉ねぎ半分をみじん切り。みじん切りの際はばらけないように芯は残したまま、包丁の根元を浮かし全て断ち切らないように細かい切れ目を入れる。横にも切れ込みを。あとはそのまま切るとみじん切りになる。そして干しエビ。あまり馴染みのない食材かもしれんが、アジア料理ではよく旨味出しに使われる。普通にスーパーで100円ちょいで売っている。こいつは 10g ぐらい細かくみじん切りにしておく。干しエビは余ったらスープに入れたりチャーハンに入れたりいろいろ使えるんで試してみてほしい。パッタイなんかも作れるで。最後に肉を切っていく。今日使うのは豚バラブロック皮付きだ。普通のスーパーではあまり見かけないかもしれないんで、なかったら普通の豚バラブロックで全然いいんだが、もし皮付きを見かけたらぜひ一度買ってみてほしい。こいつを煮込むとこの皮の部分のコラーゲンがプルップルになり、マジでヤバい食感になる。ルーローハンのような煮込み料理にはうってつけだ。皮付き肉は肉のハナマサや、実は業務スーパーのお肉コーナーにも普通に置いてある。しかも普通のバラブロックより安い。あんまり大々的にこいつの居場所をばらすとなくなる可能性があるんで、この情報はここだけの話に留めておいてほしい。もし万一このネタをチン殺したやつがいたら消す。よし、じゃあこいつを一口大に切っていこう。ルーローハンの切り方はいろいろあるが、今回は最終的に1センチ角の拍子切りで切っていく。皮付き肉は身の方から切ると切りやすい。あと豚バラブロックを買うときは一度手に取って断面をよくチェックしてほしい。たまにやたら脂身が多い肉が含まれてるんで注意や。赤身と脂身のバランスがいいものを選ぶといい。脂身が苦手な場合は脂部分も切り落とすか、バラ肉とロース肉半々でブレンドするのもいいだろう。
ここからさらに細かくさいの目切りに切ってもいいが、こうやって切ると脂身と赤身が完全に分離してしまう。俺は一口で脂身と赤身の一体感を楽しみたいんで切らないっていうかめんどくさい。まあこの辺の切り方はお好みで。っていうのわけで仕込みは以上だ。ごま油を大さじ2ほど。やや多めの油で長ネギ、干しエビ、玉ねぎ、こいつらを炒めていく。炒めるというよりはちょっと揚げ焼きにするイメージ。火加減は弱中火ぐらいで、まんべんなく具材を広げたら、しばらく動かさずに焼き目をつけて、そしてしばらくしてひっくり返す。この作業を何回か繰り返していく。焦げつきそうな場合は少しずつ差し水をしながら、何度か繰り返すとこれぐらいかさが減って飴色に近い色に変わる。こいつが旨味の種になる。カレーで言えば飴色玉ねぎを作るようなもんや。ルーローハンも作り方は結構カレーに似てる。なお本場では揚げたエシャロットを使って旨味を出していくが、まあそれの代わりと思っていい。焦げつきやすいニンニク生姜はこのタイミングで追加する。火力を落としてこいつらの香りが立つまで炒めていく。ここで旨味の種をしっかり作るのが今回の最大のポイントや。ここまでできたらあとは肉と調味料を入れて煮込むだけ。香りが立ってきたら肉を追加。旨味の種をまとわせながら肉の色が変わるまで炒めていく。肉の色が変わったら塩コショウで下味をつける。先に塩コショウすると肉の水分が出てくるんでタイミングはここや。肉に火が通ったらスパイスで風味付け。手っ取り早いのがこれ、ウーシャンフェン。八角、シナモン、クローブなど台湾料理に欠かせないスパイスがまとめて配合されてる便利スパイス。とりあえずこいつを入れとけば何でも台湾料理っぽくなる合法のヤバい粉や。こいつを大さじ半ほど。ウーシャンフェンは焼きそばに加えれば台湾風焼きそば、唐揚げに加えれば台湾風唐揚げ。余ったとしても色々使い道はある。スパイスを入れたら軽く炒めて肉に香りをまとわせる。スパイスは油で炒めることで香りが引き立つ。香りが立ってきたら味付けや。酒大さじ4、もしあれば紹興酒を使うと本場っぽくなる。砂糖大さじ2、黒砂糖やザラメを使えばよりコクが出る。なお本場では氷砂糖をよく使う。氷砂糖を使えばより照りが出る。醤油大さじ2、さらにオイスターソース大さじ1でコクと旨味を加える。調味料を入れたら一旦かき混ぜて、お水 500cc、 火力を強めて一度煮立たせる。この時鍋底にこびりついた焦げなどもこそぎ落とす。この焦げは旨味の塊や。用意したゆで卵もここで入れておく。あとさっき取っておいた青ネギ、軽く手で潰してこいつも入れておく。臭み消し&香り付け。最初に出たアクだけは肉の臭みが含まれてるんでこいつだけ取っておく。沸き上がったら蓋は少しずらしておく。臭みを閉じ込めないようにするのと汁を煮詰めたいからだ。ここから弱火に落とし1時間ほど煮込んでいく。1時間でこんな感じ。これでも食えるわ。個人的にはもう少し煮詰めていきたいところ。というわけでもう30分ほど煮詰めていく。暇なんでもう一品作るわ。ルーローハンのお供といえば水餃子を食いたくなるのが人の差が。それっぽい簡易ダレを作っていこう。黒酢、醤油、砂糖だいたい3対3対1。そしてラー油。使ってるのはこれまた業数に置いてあるホワジャオラー油。よし、水餃子完成で、90分煮込んだやつがこいつだ。さっきより汁が煮詰まり色に深みが出た。ここまで煮込めば肉もトロトロや。仕上げて小さじ1ほど入れて味を引き締める。よし、完成だ。
ルーローハンに定番の付け合わせたくあん。さらに付け合わせとして個人的におすすめなのは高菜。甘めの味付けのルーローハンにはしょっぱめの漬物が箸休めとして実に合う。よし完成。これが俺のルーローハン。いただきます。このお肉のプルプル感お分かりいただけるだろうか。なんていやらしいんだ。旨味がレベチ。なんと奥深い味わいだ。最初に作った旨味の種、あれが実に効いている。深みとコクが段違い。ご家庭レベルは優に超えている。そしてこの味が染み込んだプルプルジューシーな豚バラ肉。特にこの皮の部分。プルプルムチっとした何とも言えない食感。豚足しかり、なぜ煮込んだコラーゲンはこうもうまいのか。見た目はこってりして飽きそうだが、最後に加えたお酢、そしてたくあんと高菜、この名脇役たちのおかげで最後まで全く飽きずに食える。ルーローハンのトッピングはたくあんや青菜がメジャーだが、個人的に甘めに味付けされたルーローハンは高菜が実に合うと思っている。付け合わせの水餃子も最高や。冷凍食品の水餃子だが、ラー油と手作り黒酢だれを使うだけで一気に店で出てくるクオリティになる。ルーローハンと水餃子、この組み合わせ、気分は台湾、東京台湾。気分はなんちゃっておうち台湾旅行。テンションぶち上げ待ったなし。およそ家で作ったとは思えない本格ルーローハンがここにあった。これは屋台でも出してみんなに食わせたい。いや、やっぱめんどくさいから各自作ってほしい。